人よ、この姿こそが毘沙門天の化身にして天と地の狭間に立つもの。かつてたどり得なかったかの位に至る私の行く末、この身に宿るは人の世を守り照らす白き炎。さればこそこの力、そなたのために振るうといたしましょう。ええ、あなたの義があなた自身を裏切らない限り。有明の月の心にかかる雲なし。行く末が極楽であろうと地獄であろうと、何の心残りもないと思っていましたが、あなたと共にあるこのひとときをどうしようもなく心地よく感じてしまうのです。私としたことがどうしたことでしょうか。ああ、そうなのですね。これが人としての。できればお酒もいただけるとにっこりいたします。はい、核のごとき献身、かたじけなく。この姿の時は手加減が効かないというか、何と言いますか、とにかくいろいろと出力が高すぎるので気をつけるようにしてください。ちょっとしたことであなたを消し飛ばしてしまうやもしれませんから。砲塔が引っかかる。ああ、良いところに来ました。私の砲塔が引っかかってしまいまして、邪魔なので天板ごと吹き飛ばしても構いませんか？ダメ？では合腹ですが、一時引っ込めるとでもいたしましょう。おや、今笑っていましたか？私。そうですか、笑っていましたか、私が。いえ、お顔が面白いとかそういうわけではありません。なぜかそうなったのでしょうね、私は。エコによって弓矢は取らないのが私の信条ですが、こたびは特別ということで。はい、毘沙門天がエコひいきというのもたまには良いでしょう。それにあなたの道行きをおもんばかれば、このぐらいでちょうど良いかもしれませんし。不思議なものですね。毘沙門天の化身となった今の方が、かつての生よりも人として生きているような気がするのです。これも私があなたと共にあるからなのでしょう。どうにもいけません。戦場の最低者である私がこうも一人の人ばかりを気にかけてしまうとは。まあ、それもよい。人であるとはそういうものなのでしょう。軍神ですので、戦であればいずこへなりとて参陣いたしましょう。ましてや世は核のごときありさま。日の本のみならず
異国の地まで毘沙門天の真意を示す良い機会です。はい、万が一の時のために英会話も学び始めましたのでご安心を。主従ですか？上に立つ者の心得でしたら良いものがあります。はい、私が生前掲げていた上杉の家訓法財心というものです。一つ、心に物なき時は心広く体安らかなり。一つ、心にわがままなき時は愛嬌失わず。一つ、心に欲なき時は義理を行う。はい、いくつあるのかですか？16箇条ありますが何か。マスターとサーバント。はい、私もそのようにありますのでご安心を。私は一度結んだ約定を決して違えません。それゆえに好みが尽きるとしても我が義は通す。それが私なのですから。ふむ、風林火山とはよく言ったものです。春信、いえ、あえて信玄と呼ばせてもらいましょうか。これほどの備えを身にまとっているならば、私の全力でも受けきれるやもしれませんね。ワクワクしてきました。早速軍配ごと試し切りと参りましょうか。かの茶政にお招きいただけるとは誠に光栄です。茶の作法には疎いのですが、とりあえず挑んでみるのは大事ですからね。つまみにも期待で、これが草庵茶室というものですか。では失礼して。利休殿、入り口が狭すぎます。なぜもっと大きく作らぬのです。戦場の鬼、人の身でありながら決して折れぬ誠の旗を己に掲げ、前へ前へとひたすらに歩む。その整列たる道行きに何を見るというのか。ところでその沢庵、つまみというにはいささか量が多すぎでは。さすがの軍神も少し引く。おや、信長の小姓ではありませんか。は？スペース検診。何を言っているのですか？どこからどう見ても私は越後の軍神上杉謙信でしょうに。ああ、勝手に触れないでください。これはキャノン砲とやらではありません。備天の宝刀です。手のビーム剣。これは備天の穂村です。失敬な。ああ、そこの水着をまとった沖田何がし、少々よろしいですか。そなた、その後輩の武具で自由に空を飛び回れるとのこと。試しにそこらを飛んでもらいたいのです。はい、こう見えて飛び道具がいまだに少々苦手でして、試し撃ちの的になってもらおうかと。無論反撃上等ですから、好きあらば我が名脈をうがっていただいて構いませんので。
維新の竜坂本龍馬。全然気にしておりませんが、越後の竜と若干かぶっているような気がするというか、五感的にスケール感も少々上を行っているような印象を与えている気がします。ええ、毘沙門天、全然気にしておりませんが。そなたは高名な刀鍛冶とか、ぜひ私の白たちも鍛えていただけるとありがたいのですが。はい、名はよくわかりませんが、とっておきの太刀ですので、よろしければ天より抜き放ちますので、少々お待ちを。ああ、天井が邪魔ですね。吹き飛ばしま。え？帰ってくれ？この毘沙門天にですか？にゃんと。どれにしましょうか。毘沙門天の言う通り。ああ、いえ、今宵の食事をどうしようかと思いまして。なぜでしょうね。生前は酒以外にはそれほど執着がなかったのですが、昨今は妙に食を楽しく感じます。何ですか、その笑みは。この謙信、侮られている気がします。これは大筒ではありません。毘沙門天の宝刀です。いえ、これでは発音的に誤解が解けませんね。そう、宝の塔と書いて宝刀です。はい、この中にはあまたの教えと経が収められているのです。故に毘沙門天は知恵の神でもあるのです。まあたまにはストレス発散のためにビーム的なものも発するかもしれませんが、それはそれということで内緒です。好きなものですか？それはもうお酒です。ええ、遠慮しても意味がないので、堂々と所望することに決めました。瓶で樽でじゃんじゃん持ってきてください。つまみのお塩もお忘れなく。嫌いなものですか？さて、取り立ててこれというものはないのですが、そうですね。あ、例の私の最後の話はおやめください。というか、当世でいうところのデマゴーグですので、真に受けぬように。良いですね。真に受けぬように。聖杯。私が持つとすれば、こうでしょうか。いや、こうですかね。ああ、良いところに来ました。いかがでしょう、この構えは。毘沙門天といえば、武具を手に、こう、よこしまな気を払う姿がおなじみですので、決めポーズを試しておりました。聖杯は武具ではない。いえ、割と硬そうでしたので、方々代わりにこれでぶん殴るのはダメみたいですね。何やら騒がしいようですが、祭事でしょうか。であればせっかくです。私たちも参じるといたしましょう。
毘沙門天は戦の神ではありますが、五穀豊穣、立身出世、家内安全など、何でもかんでも授けてしまう器の広さも売りですから。そう、私一人で何度もお得なのです。恐れ敬うばかりでなく、ありがたがってくださいね。